よし、乗った。よっしゃ、今度こそ。よし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 。お、よっしゃ、また連続ヒット。ここにね、かかったら絶対バレないですからね。見てください、これクロダイの胃の内容物なんですけど、海藻ですね。これヒットしたワームのカラーによく似てるんですよね。もしかしたらクロダイたちはあのワームを海藻だと思って食べたのかもしれない。はい、というわけで前回の海藻終了で、検証するために買ってきましたワカメ、サラダワカメ買ってきました。今日はね、これを餌にしてもう一回釣りしてみようと思います。これで釣れたら海藻パターンなのかな。とりあえずやってみましょう。一見馬鹿げてるって思うようなことでも試してみないとね。楽しみだ。さあ、それではこのワカメをですね、この間のフリーリグ、ワームに使ってたフリーリグに、適当に刺してやってみますか。取れにくいようにちょっとたくさん刺しときます。縫うように。こんな感じで、これでやってみましょう。さあ、ワカメパターン海藻パターンいけるのか。あ、飛距離は全然いけるいける。15メーターぐらいは飛ぶんで、こんだけ飛べば十分。海底をふわふわ漂わしてやってみます。これで釣れたら面白いよな。まあでもクロダイが食べてる海藻とは違うだろうからな。釣れた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 よ。おお、釣れたよやった海藻パターン、ほらやっぱあるじゃん。やったうっそ、やった見てほら、やったワカメでクロダイ釣れましたよほらワカメがっつり食ってる。やった。やっぱりそうなんじゃないのかな。昨日のワームは緑系だったから釣れたんだと思う。本当にね、多分海藻に見えて食ってたんじゃないかな。これは楽しいな。やっぱ釣りって楽しいな。いやいや、そんなバカなって思ったけど、やってみるもんですね。よし、もうちょっとだけ検証してみます。爆釣なるか。しっかり投げても意外と外れない。これはどうだろう。磯とか他のシチュエーションでやったら他の魚も釣れるかもしれないな。今度試してみようかな。いってらっしゃい。今めっちゃ浅いところで釣れましたよ。ほんとね、多分10メーターぐらいの距離、そこでしたよ、そこ。また当たった？当たった当たった当たった、今当たった。食ったな今絶対。海底を漂わせる感じです。多分ずっとほっとくとこう波に糸が流されて根がかっちゃうんで、適度に巻いた方がいいと思います。この辺はワームと一緒。ワカメをくしゃくしゃっと丸めてこう縫うように刺した方が取れにくいんで、これでやってみよう。よし、これならいいだろう。行ってこーい。うわ、ルアーに海藻がもわーっと引っかかった時の感覚だ。引き抵抗。三陸産ワカメ。
しゃ、来た来たやった、わかめ来たよ。おお、いい引きだ。クロダイだよね。あ、クロダイだ。違う魚に見えた、一瞬。やりました。わかめフィッシング2匹目。結構大きいですよ。40センチぐらいありそうです。めちゃめちゃ元気なクロダイでした。ほら、わかめをがっつり食べてますね。いやー、楽しい。2匹釣ればもうこれ確定でしょう。なんか生き物と間違えてわかめ食べてるっていうことじゃないと思います。しかもそのビラビラすると生き物に見えるかなと思ったから、こうやって団子状にして刺しても釣れたから、これは間違いない。もう一回こんな感じで団子状でやってみます。こういう何気なしの疑問を抱いて、それを試して結果が出るっていうのがやっぱこの釣りの面白いところだと思うんですよね。魚のことなんてよくわかんないことばっかりですけど、こうやっていろんな経験を経て上手くなっていくんだろうな、釣り人は。それにしても魚の餌を見つける力ってすごいよな。こんな白波が立ってて泡で視界悪くて、なおかつ若干濁ってるこの水の中で色とか形とか見分けるんだもんな。おっしゃ来た、おっしゃ来たよおっしゃ、わかめ来たよ。わかめ3匹目。ほいほい。よっしゃー、これでわかめフィッシング確立ですね。ほら、なかなかいいサイズ、40センチぐらいのクロダイですね。いっぱい海藻食べてるんだろうな。すごい太ってる。やりました、海藻パターン確立。よし、本日も無事食料確保完了。ちゃんと色とか形、そういえば去年宮崎でクロダイ投げてみようと思います。フリーリグっていうよし、じゃあね、クロダイさばいていきます。さあ、この子も海藻でパンパンなんだろうか。ほら、やっぱ海藻食べてますね。海藻以外のものは胃から出てきませんでした。これね、匂い嗅ぐと青さみたいないい香りします。よし、じゃあさばいていきます。はい、さばいた身はこんな感じ。なんかね、お腹のところから香ってるだけなのかもしれないけど、海苔の香りというか磯の香りというか、そんなね香りがする気がします。よし、では皮を剥ぎましょう。よし、さばき終わりました。このね皮も料理に使います。日本酒を染み込ましたペーパーで昆布を濡らします。んでクロダイの身をのせまして、挟みまして昆布締めにしていきます。ラップにくるんで、よし、これでね、なんか上に重しを乗せてクーラーボックスの中で4時間ぐらいかな、寝かします。ずいぶん夜も更けてしまいましたが、昆布締めぼちぼちいいでしょう。オープン。おー、いい感じだ。程よく色づいていていい感じ。クロダイの皮を茹でます。茹でるというか、さっと湯引きですね。
この湯引きはあえてざつく皮を引いて身をちょっと残すぐらいが美味しいと思います。はい、できました。黒鯛の昆布締めと黒鯛の皮の湯引きです。いただきます。さて、まずは昆布締めから。昆布の旨味がしっかり身に移って美味しいですね。これね、ねちょっとした感じがたまんないんですよね、昆布締めは。うまい。一般的には海藻を食べてる魚はこう磯臭いっていうか臭いって言われてるんですけど、この黒鯛は全然そんなことない。これはね、かなり美味しいですよ。あ、これは餌に使ってたわかめの残りです。そのまま食べられるって書いてあったんで食べます。これで野菜不足を補います。はい、続きまして皮の湯引き。黒鯛の皮の湯引きはね、ちょっと抵抗ありますよね。皮がやっぱ臭いことが多いですからね。いただきます。臭みはね、ほとんどないですね。よく味わうと、こう、若干磯っぽい香りはするけれど、対馬で食べた石鯛よりは全然マシ。これわかりますかね？若干ね、脂浮いてるんですよ。この皮と身の間のところの肉は結構旨味があって美味しいです。ただ、食感はあんまり良くないかもしれないです。歯切れがいいとか、柔らかいとかじゃなくて、結構こう、ブヨブヨした感じ。これは率先して食べるものではないかもしれない。さあ、今日の車上食堂のお供は、こちら。これもね、視聴者さんからのいただき物です。ありがたくいただきます。アルコール度数 40% ですって。今日はロックでいただきます。ちょっと入れすぎてかなこんなに飲めるかな度数高いの忘れてた。うわ、すっごい。なんかウイスキーみたいな、いい香りがします。乾杯。いただきます。うわー、いい香り。鼻の奥をこう抜けていく香りがすごい。ウイスキーみたいな焼酎だな、これ、本当に。それでなんでしょう。40度っていうから、すごいきついのかなって思ったんですけど、あんまりそんな感じしないです。昆布締めって言ったらいつも日本酒なんですけど、焼酎もなかなかいいですね。うまい。昆布締めが一瞬でなくなってしまいました。だが、まだ終わらんよ。追加で昆布締めを切りまして、ご飯にのせまして、沸騰したら顆粒だしを入れる。そしてこちらに注ぎます。仕上げはごまと刻みのり。はい、即席昆布締め茶漬け。これは絶対美味しいでしょう。うまい。う
ごちそうさまでした。いやー、今回の釣りは楽しかった。ただ今回のお話っていうのはクロダイにワカメが効きますとか、ワカメ投げとけば釣れますっていう話じゃなくって、今回はたまたまその海藻に狂っているクロダイたちがいたから、それに似てるワカメでも釣れましたっていうお話です。なのでいろんな状況で試してみる価値はあると思うんですけど、いつでもこの釣り方で釣れるかっていうとそれは違うかなっていうふうには思ってます。ただね、今回はすごい面白い発見と体験をねすることができました。釣りはねこれだからやっぱりやめられないですね。では今日はこの辺で失礼します。バイバイ。